こんにちは、防災職員未来のトシです。お久しぶりです。ほんまにここ最近毎回言ってる。毎回言ってますね。毎回言ってますよ。で、毎回言ってますっていう流れも毎回やってます。何なんですかね。何なんでしょうね。ライブ配信でお茶を濁しながらやってるとこありますからね。ああ、そうそう。でもライブ配信はやりたいですけどね。そうですね。冬春忙しかったからね。まあね。で、松さん夏忙しいじゃないですか。僕も夏忙しい。植え替えの時期とかね。そうね。で、今日は何の回ですか。肥料をね。はい。ボスからちょっとお前これやったらどうだって言っていただけたのがあったんですよ。オリジナル肥料。春松園の。春松園の。肥料ってオリジナルで作るんですか。本来は結構有名どころで言えば玉肥とか、バイオゴールドとか、そういうものが結構有名どころではあるんですけど、多分ね、各盆栽によってそのスタイルがあるんですよね。スタイル、うちはこれ使ってますみたいな、結構あって、その中にはブレンドで使ってる人もいるんですよ。うちもブレンドしてるの結構あって、これなんですけど、このお茶パック、ホームセンターとかで売ってるようなこういうお茶パックにこう混ぜて作るんですよ。でちょっと匂いがきついんですけど、これすごくこう葉の色が出やすい、綺麗に。うち松多いじゃないですか、だからそれで使うんですよ。だからこれ本当は極秘なんじゃないかなと僕思ってます。極秘なんですか。極秘っていうか、なんかほら秘伝のタレみたいな。秘伝のタレみたいなあんまそんな言っていいやつなのかなって思ったんですけど、お前これ YouTube 撮ってなかったらいいぞってボスが言ってたんで、じゃあやりますかってなって。じゃああんまり他の園もこのうち独自のブレンド肥料の配合はこうっていうのは言わないってこと。多分そうですね。なんか特別に教えてあげるとかそういうのはあるかもしれないけど、大々的にうちはこういう感じでやってますみたいのはないんだ。なんかあんまり言ってないんじゃないかなと思うんですよね。聞いたこともない。聞いたことないです。ああ、そうなんや。一件だけ僕知ってる人がね、この高松で作ってますっていうのは聞いたことあるんですけど、でも中身は知らないです。あ、知らんのや。教えてくれない。だからいいのかなっていうのと、あとこれ他の園と被ったら怒られるっていう。他の園が非公開だったら怒られようがない。怒られる場合はですね、僕に言ってください。僕が最終判断して、よしこの動画撮るって決めたんで、はい、僕に言っていただければ。なるほど。なんか難しいんですか、そんな難しいことじゃないんですよ。難しいことじゃないんです。はい。ちょっと大きくて申し訳ないです。はい。これね、菜種油の、油かすですね。油かすってこう書いてあるんですね。油かすと、おいし。でかいな。はい。90勇気。はい。この個人で買えるのかは分かんないですよ。ああ、それがね。はい。なんかその JA のふれあいセンターみたいな、僕らはふれあいセンターって言うんですけど、そういうところで売ってるのかもしれないですね。売ってるんじゃないですか。それだったら買える。だから普通のホームセンターでこの手はあんま見たことないから。ないね。もしかしたらそういう JA のところで買えるかもしれないんで、気になる方は見ていただいて。肥料って誰でも買えるよね、農薬と違って。別に買えると思うんですね。そうよね。はい。合わせて40キロ。これ20、20ですか？20、20。ああ、40キロですね。40キロ。なるほど。その2つを使う。そう、この2つをですね、もう簡単ですね。5対5で。もう、はい、50%、50%で。で、これ入れると。それだけ。それだけの動画。なるほど。でこれ強いんですよ。だからやっぱブレンドしてるだけあって、強いので、僕らもそんなにこう大量に置かないんですよね。肥料焼けというか、ちょっと木が弱ってしまう恐れがあるんで、なんだろうな、気持ち、本当に玉肥だったらね、なんか本当大きな鉢だと10センチ間隔でとか、皆さんそれぞれのなんか感覚があるんですけど、その感覚よりも3割ぐらい減らしてもらう感じかな。ただこれがやっぱそうすれば絶対いいですっていうのも言えなくて、別の肥料会でも話したと思うんですけど、やっぱ元気がないといけないんでね、木の。なるほど。なんで元気がある木でそんなに多めに置かないでやっていただいて様子を見る。でちょっと様子おかしいぞってなったらもうすぐ外してもらうっていうようにしてもらっ
って最初はその方がいいと思います。うちはボスがもうずっと長年この肥料を使ってるんで、だいたいこれにはこれぐらいっていうことはある程度分かってるんですけど、ここら辺はまあ植え替えした手とかね、まあ、今の時期だったらもう皆さん大体植え替え終わってるから大丈夫だと思うんですけど、そんな感じで、まあ、なかなかねこういうのも出す人はいない。ないんだ。うん、とりあえずトシさん、袋2つとも下ろしてもらっていいですか。ああ、隙間からこんにちは。ずっと隙間からこんにちは。これ中身見せてくださいよ。それなんか。あ、いいですよ、いいですよ。またね、油かすとか。はい、これ油かすがね、でこの90有機ってのがね、なるほど。これなんかウサギの餌みたいな。そうですね、まあ、金魚の餌とも言えますね。金魚の餌とも言える。はこれとこれを50/50。い、そうです。50/50で大体。なんか成分とかがあるんですか、これって。成分よく言ってるじゃない窒素リン酸カリ的なことですか。ありますあります。あります。これもう袋に大々的に書いてるんですけど、665で。おお、こうやって肥料ってこういう風に書いてんだ。書いてるんですよ。なるほど。このもう全部みんな窒素リン酸カリの順番ですね。で基本には書いて。覚え方なんだっけ。僕はバカねで覚えました、ね。バカね、言ってたね。バカねで。はい。葉っぱ、果実、実物とか、はい、で根っこですね。菜種にも、その油かすにもあるんですか。じゃあありますあります。こっちがねちょっと刻むんですけど、 4.5% の 2.0% の 1.0%、4.521って感じです。足したら 10.586、足していいのかどうか足していいのか分からないまあでも強いことは確かですね。じゃあやっぱ葉っぱが強めなんだ。そうですね。だから緑が綺麗。緑が綺麗。これはなるほど。なるっていう。面白いね。だからね結構ね、まあ他の盆栽園さんになんか秘伝のありますかみたいな聞いても、いやあるけどちょっと教えないんで教えられないねっていう人もいるかもしれないし、ダメじゃないですか、言っちゃう。そうですね。ボスが太っ腹ですね。じゃあこれをあれなんだ。これをベースにしてこうみんなこうさらにこう配合を変えてオリジナルとかにしてもいいってことや。そうですね。面白いな。なるほど。でそれをお茶パックに入れてるのね。そうなんですよ。こういうお茶パックにね。もっとちっちゃくて、だからなんか商品とかもっとだったらそうですね。もっとちっちゃい。なるほど。でこれをこういう釘でね刺して土ごとにブスッと刺して固定してやってる。虫は来ないですか。虫はまあ来ます有機なんでね。やっぱ来るんだ。来ますけど、だから個人でやるってなったらそこら辺ちょっと匂いも強いんで、臭いもん。ここ正直ここ臭いですよね。臭い。まあここね、よいしょ。くせ臭いよね。くせんすけどね。でもまあ僕らはまあ慣れてるからね、いいですけど、慣れてない人だとちょっと匂いがなみたいになるんで、まあそこら辺はちょっとご家族とも相談しながらちょっと勘弁してほしいなみたいなね。大体盆栽好きな人家族に遠慮しながらやってるイメージあるから。ありますよね。盆栽がまた増えてるみたいな、ね。そうなんですよね。だからなんかさらに臭くなるって言ったら、今のところ統計上は奥さんに気を使ってるっていうのが多いですね。黙って増やしてるとか、黙って増やしてるとかね。聞くよね。なるほど。自分が出かける時奥さんに水かけてもらうとかだから。確かにそうしてもらわなきゃいけないもんね。そうそう。ちょっと頭上がんないですみたいなね。なるほど。これ基本的には漂白用ですか。そうですね。基本的に漂白で僕たちは使ってます。時期はもう他の肥料と一緒です。だいたい3月4月春だったら。まあ秋もね、だいたい春と秋で僕たちは置いてますね。なんか少ない量売ってたらいいですけどね。本当っすね。ちょっとこれ多いんでね。なんかライブ配信でもあったじゃないですか。なんだっけ？養護剤ね。そう。もうちっちゃいの売ってないです、ね。ちっちゃいの売ってないから。昔ね、ちょっと悲しいことが起きてね。まあちょっとね久しぶりだからリハビリ会じゃないけども短い。毎回リハビリ会。だから僕らあれですからね。ジャーニーの方撮ってますからね。そうジャーニー撮ってたりするからね。ちょっとトシ最近元気なのかなみたいな思った方はジャーニーの方見てください。そっちではたまに出てるんで元気にはやってるんですけどね。僕笑いのない日は無駄な日って思ってますけどチャップリンのね。ということで実際これがこれがですね買えるかどうかっていうのはごめんなさい、僕も今はっきり分かんないんですけど、
気になる方はそういう JA とかで聞いていただいたらもしかしたらあるかもしれないので、まあちょっと探していただいて、で用法用量を守ってですね風邪薬みたいな、そうそうそうで使っていただくと、はい、いう風にしていただければすごく簡単なんでね、作るのは。そうね、簡単そうですね、匂いだけですね。手が臭くなるぐらいだね。そうそうそう。だからそれだけちょっとね、気をつけていただいて、まあ量もですね、一鉢に置く量があんまり多すぎても良くないんで、そこら辺も気をつけていただいて、っていう感じですかね。そうですね。だからちょっとまあ近々、はい、また一応ネタとしてはあるんですよね。だからね。だからあとはもうここのスケジュール次第ですね。はい、そうですね。はい。ライブ配信もね、ぜひまたやりましょう。またやりましょう、本当に。もう申し訳ない、本当に皆さん楽しみにされてる方がいたら本当申し訳なくて、もう YouTube 上出てこないからもうもう出てこないから上には通知オンにしてくれてる人ぐらいしか上出てこないと思う。多分もうやばいですよ、これだけ休んだら。本当っすよね。まあそれ自己自得ですよね。仕方ないですね。だからここからちょっとなんとか、まあ盆栽のようにゆっくりやりましょうよ。そうですね。何でもいいように捉えてね。まあそんな感じでちょっとこの動画っていうのはなかなか他ではないかも、ないと思うので、まあ参考程度にもしやりたいって方はぜひチャレンジしてみてください。で何かあれば質問していただければと思います。それでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。